ばんは。結構久しぶりのサブチャンネルになってしまいますが、今日も撮影していきます。最近ね、ちょっと風邪をひいてしまって、多分だけど一気に疲れが来たのか熱が出ちゃって、一番高い時で 38.7 度熱が出てしまいました。その時は熱があるんだけど、もう体がプルプル震えちゃって、お家の中にいるんだけどすっごい寒くて、そのまま羽毛布団をかぶってしばらくしたら、次は大量の汗が出てきて、でもその汗をかいた後に一気に元気になって、翌日は36度台に戻りました。もう久々に高熱を出したのでどうなることかと思ったけど、すぐ1日で治ったから良かったです。でも完全に治ったわけではなくて、まだ喉がイガイガする感じがしますが、ちょっと乾燥してるのかな。だから今日もし声がちょっと聞こえにくかったらすみません。字幕はつけるので、そちらをちょっと聞き取りにくかったら字幕を見ていただけると幸いです。今もう5月の後半に差し掛かっているんですけど、5月にやりたいことリストがまだ書けてなかったんですよ。去年の7月から始めていて、ちゃんと毎月書けてたのに、5月がどうしても間に合わなかったです。だからもう今5月に入って結構日数経っちゃったんだけど、私だけ今4月に戻ります。5月を過ごす前の4月後半あたりの私に戻って、もしもう一度5月を過ごすなら何をやりたいかなっていうのも考えます。でもその代わりに今日5月にやりたいことと、あと6月にやりたいことも一緒に書いちゃおうと思います。はい、本当に5月があっという間すぎて、もうこんなに経ったのってびっくりするぐらい早かったです。予定を書く前に4月にやりたかったことリストのチェックをしていきます。まずは桜を見に行く、できればピクニック。これは丸です。丸つけちゃおう。丸。愛媛のちょっと大きめの公園があって、そこのベンチで座りながらパンとカフェラテを飲んでました。あとは次の旅行の計画を立てる。これも丸。また夏に沖縄に行くことが決まったので、これも丸です。旅行っていうか帰省なんだけどね。で、弟に野菜を食べさせる。これも丸です。バイト終わりの弟がお家に来て、前もちょっと話したけど深夜のアルバイトをやっているので、早朝朝の6時ぐらいかな、それぐらいの時間に来てくれて、でも着いたらすぐ睡眠をとって、でそれから一緒にご飯を食べました。旅行を楽しむ。これはね、沖縄とあと愛媛の旅行ですね。これも丸です。あとはスコーンを作る。これも丸。冷蔵庫の整理をする。これは×かな。結局整理はできなかったです。旅の絵日記を書く。これも×ですね。早く愛媛の絵日記書きたいんだけど、まだ時間が取れてなくて書けてない状態です。こんな感じでした。で、私がよく使っているジェットストリームのボールペンをお家の中でなくしてしまって、きっとね、探せばすぐ見つかると思うんだけど、パッと探しても見つからなかったので、ユニボールのシグノっていうボールペンを今使ってます。0.38 のサイズです。じゃあ5月のものを書いていきます。で、私の中で5月のイメージがボタニカルっぽい植物のイメージだったので、この2つのブロックメモを持ってきました。ちょうど今目の前に猫が、かわいい。見っちゃった。ではこちらのこのね、ちょっと薄いメモですね。で、この猫のイラストが描かれたメモにこんな感じで重ねて使ったら可愛いなと思って持ってきました。ロール付箋は紙箔で買ったこういったイラストの使います。ちょうど1枚目にあったパスタのイラスト。小さめのシールを選びます。これ使おうかな。猫のシールを貼ります。私がね、その月にやりたいことを決めるときは、その月のカレンダーを見るんですよ。今月はこういうイベントがあるなっていうのを見ながら、やりたいことを決めていってます。いろんな種類の猫がいてかわいい。これはダイソーで買ったシールかな。
例えば5月だったら母の日があるから母に何か贈るとか、イベントを絡ませるとやりたいことがどんどん浮かんでくると思います。5月にやりたいことリスト書きました。4月の後半くらいに5月は茨城に行こうねっていう話をしていたので、茨城で野菜をたくさん手に入れるっていうのを書きました。で、次が母の日があったので母にギフトを贈る。3つ目がひたちなか海浜公園でお花を見に行く。この時期はネモフィラがすごく綺麗に咲くっていうのを聞いていたので、これは行きたいなって思ってました。枝を買って部屋に飾る。枝っていうのはよくお花屋さんにあるドダンツツジですね。結局5月はあまり家にいなかったので、もうちょっと家に長くいる月に手に入れたいです。5つ目、肌の保湿を忘れない。気温がちょっと暖かくなってボディクリームを塗るのをサボりがちになっちゃうので、それもね忘れないようにちゃんと保湿していきたいです。で、次がワークマンで UV パーカーをゲット。今 SNS で話題になっているワークマンの不審者パーカーっていうのがあって、それが欲しいなって思ってたんだけど、どの店舗でも売ってなくて売り切れですって言われてたんだけど、また別のちょっと似てるものを買いました。次が冬服をしまう&断捨離。これはもうさすがにモコモコの服とか着なくなるので、コートとかも一気にしまったり、あとはいらなくなったのは断捨離しようと思って書きました。で、次が湯船で整う。これも肌の保湿と同じ理由で、ちょっと暖かくなってくるとシャワーだけで済ませがちなので、ちゃんと湯船にも入って体の芯から温まろうと思います。6月の分も書いたので、こちらも紹介します。6月にやりたいこと、とにかく Vlog の編集を進める、手を動かすって書きました。ちょっとの空き時間があったら編集を進めたいです。あとは湿気カビ対策をする。本当は5月の時点でやりたかったんだけど、もう6月に梅雨が来るということで、お風呂もカビが生えないようにハイターをかけたり、そういう対策をしたいです。3つ目、さすがにディズニーに行くって書きました。去年サブチャンでも話したんだけど、ディズニーに行く予定があってチケットも買ったんですよ。だけど結局行けなくなっちゃったので、ずっと今月行こうってなって、もう6月に有効期限が切れちゃうので、これはね、もうお金を無駄にしないためにも絶対行きます。あとは入籍届を作るって書いたんだけど、作り方からまず調べなきゃですね。雨でもおうち時間を楽しむ。6月は今のところ特に旅行に行く予定もないので、ディズニーに行ったりとかちょっと遠出はあるけどね。だから料理とか日記をお家で楽しみたいです。6つ目が羽毛布団をしまうって書きました。この冬はね、羽毛布団の暖かさに助けられて使っていたので、クリーニングに出してしまう予定です。父の日ギフト探し。6月は私の父の誕生日と父の日があるので、その父の日のギフト探しをしようと思ってます。ちなみに誕生日プレゼントはもう渡していて、コストコで売っている炭酸メーカーがあったんですよ。ドリンクメイトのもの、それをプレゼントしました。で、最後は海外旅行の予定を考えるって書いたんだけど、これはまだ未定なんだけど、今年行けるかわかんないけど、もしかしたら来年とかに海外旅行行くかもしれないので、それもいつ行くかとかもうちょっと具体的に考えていきたいです。5月と6月にやりたいことでした。本日もご視聴いただきありがとうございました。